はい、皆さんこんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は京都府長岡京市よりリノベーション済みの中古マンションをご紹介させていただきます。建物は昭和51年建築、実に築48年の分譲マンションです。それを西海岸風ヴィンテージというコンセプトでフルリノベーションされておられます。西海岸風とは一体どんな仕様になっているのでしょうか。今から内見が楽しみですね。気になる販売条件は概要欄のリンクよりご参照ください。そんなわけで本日は京都府長岡京市よりリノベーション済み分譲マンションの室内をご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日ご紹介させていただくマンションに到着いたしました。早速外回りのご紹介からさせていただきたいと思います。建物につきましては全室東向きのバルコニーになっておりまして、北側からお車を止めていただく駐車場がついているといった形で、建物の下の部分にですねお車を止めていただく形になっております。奥の方には駐輪場とバイク置き場がついているといった形ですね。そしてこちらが北側の道路付けなんですけども、整備された歩道がついた北側の道路となっております。建物についてはこちら入り口が西側にありまして、今回ご紹介させていただくマンションがハイコープ霧島ですね。はい、西側につきましても数台車が止めていただけるようになっておりまして、比較的整備された敷地になっております。ということで今回ご紹介させていただくお部屋がこの階段から上がっていただく形になるので、早速登ってみたいと思います。はい、ということで本日ご紹介させていただく4階に到着いたしました。ちょっと4階なのでね、少し休憩しないと喋れないんですけども、少しお時間いただいたのでご紹介していきたいと思います。まず玄関扉につきましては新しいものに交換済みになっております。こちらは共用部分になりますので、組合の方で交換されているようですね。それでは早速開けていきます。オープン。いやー玄関開けたらすぐリビングですよ。しかもすごい凝ってますよね。ということで一つずつご紹介していきたいと思うんですけども、まず入っていただいて左手の方にはこちら可動式の棚がついたシューズボックスになっています。シューズボックスっていうんですかね。前に扉がついてないんですけれども、こんな感じでスケートボードを置いていただいたりとか、空いてる部分にはね靴なんかを置いていただけるスペースになってますね。はい。でここのね壁の部分がねちょっとアーチ状になってるんですよ。はい。ちょっとこう丸みを帯びてるんでここはすごい柔らかい感じなんですけども、これはまた後ほどご紹介したいなというふうに思います。そしてこちらが約 14.9 畳のリビングダイニングキッチンとなっております。入っていただいて右手にも同じような棚がついてるんですけども、こちらにつきましてはもうフィックス型のタイプでもう完全に固定された L 字型の棚がついております。いい感じで小物を置いていただいてるんですごく印象がいいですよね。こういうふうに置いていただくことで、部屋のね空間をよりこう楽しませていただけるような感じになってますね。あとこの上をね見上げていただくとこの照明器具もすごい変わってますよね。で何よりこの配管がですねむき出しになってるんですよ。これなかなか面白い作りにされてますね。コンセプトとしましては西海岸風ヴィンテージという形のコンセプトで作られてますので、はい、こういう配管等をですねむき出しにすることによってよりヴィンテージ感を出そうという形で今回は改装されているそうです。そして奥に行きますと壁面にはまたこちらね棚がついておりまして、こちらも棚の高さを調整できるような形になってますね。下にコンセントもついてます。で置いてある家具も西海岸風という形である程度意識されたものになってるんですかね。はい。でこちらの壁がね、はい、側面がアーチ状になっているということなんですけども、ちょうどこのね
ソファにかけていただくとこんな感じになるんですが、ちょうどねここが丸みを帯びている関係上、角張ってるとねこう玄関の部分がちょっとこう尖ってこのリビング側に見えないっていう感じがするんですけども、丸くなっていることによってすごくこう優しい感じに、視覚的にも見やすくなっているような感じがします。そしてこの壁沿いに壁際にこう液晶テレビを置いていただくような形ですね。そしてこちらにですね書斎スペースがあるんですよ。はい、パソコンデスク、カウンターがついておりまして、奥の方にはしっかりねコンセントも使えますので、ここでリモートワークを楽しんでいただくこともできるような感じのスペースになっています。こちらも配管がむき出しですね。配管というかダクトですね。そしてこちらが西側の窓になるんですけども、この窓につきましてはマンションは共用部分になりますのでね、勝手に交換できないので以前のもののままなんですけども、開けていただくとこちらが西側のバルコニーになっております。ちょうど目の前が市民会館になってまして、でこちらにねセントラルキュートを置いていただくタイプになるんですけども、今現在工事がね完了してないのでまだこんな感じになってるんですが、引き渡し後にはこの辺りもしっかり置いていただくような形になってきます。はい、天井高も結構高い感じがするんですけどね。はい、上の部分はショップレールで照明器具がついております。はい、増やすこともできますからね。はい、でこちらがダイニングテーブルなんですけども、おしゃれに2人掛けですか。なかなか面白いですね。そして何よりこここれがねストーンボックスというらしいんですけども、これコンクリート流し忘れてはないですよこういうね鉄筋がはわして中にこういうねブロックを入れることによってちょっとこうヴィンテージ感、そしてカフェ風な感じのね、はい、演出をされているというふうにお聞きしております。面白いですよね。でここにちょっとね前に出したカウンターがあるので、ここにね今リンゴの造作物置いてありますけども、こんな感じで並べていただくとすごく印象が良さそうですね。ちなみに紹介忘れたんですが、こちらにもコンセントがありますので、今ここにスピーカーがあるんですけども、ここから音楽を流したりとかねすることもできますし、スマホの充電もしていただけるようになっております。そしてキッチン側に回りますと、これまたすごいキッチンですね。全部これ木枠でできてるんですけど、おそらくこれツールボックスさんのシステムキッチンだと思うんですけれども、完全造作と言っていいんですかね。はい、使い勝手でいくと最近のキッチンはこういうスライド型でこう上から物をポンポン置いていけるんですけども、この場合はね、こんな感じで木箱をね置いてこう引き出していただくような使い方、もしくはこの上の段も同じような形かと思うんですけども、棚が多いとですね住まい方にセンスが僕はいるなっていつも思うんですよでキッチンに立っていただくとこんな感じになっております。はい、ここもねダクト、このキッチンのダクトがずーっと外に逃げていて、西側の窓から出るといった形になっています。でキッチンの天板につきましては、ここが木でできてるんですよね。で流しが真ん中にある。結構ね普通こっちに寄ったりするんですけどね。でこのヘッドも伸ばせますし、コンロに関しては3口タイプのガスコンロになっています。で手元隠しはこちらですね。はい、ちょっと一部上げてやりますね。はい、でここの部分がちょっと床材がねリビングと違うんですけども、水がこぼれても大丈夫なようなものを使っておられます。ここもね壁じゃなくてこういう格子なんで、ここからね目線が入ってくるので、なんか圧迫感を感じないなっていうのがいいですね。そしてこちら正面の引き戸、これも西海岸風の色合いにされているそうですね。開けていただきますと、なるほど、こちらも造作の洗面室スペースになっています。
洗面化粧台も完全造作な感じですね。ある程度の規制のものが組み立てておられると思うんですけども、メーカーの完全に出来上がったものではないですね。はい。それに合わせた形の棚もすごくおしゃれですね。鏡もね、ちょっと中に埋め込まれた形で手前に物が置けるっていうのが面白いなと思います。はい。洗面台につきましては、はい、ちょっと伸ばしたりはできないタイプになっているんですけども、十分かなと。で、この辺りもこういう形で引き出したりとか、ここもそうですね、こういう置いてあることによって、はい、蓋はないんですけど、扉はないんですけども、使い勝手はいいような感じがします。コンセントはこちらですね。はい。で、洗濯機置き場がこちらになっていて、その横にですね、引き戸があるんですが、この引き戸を開けていただくと、こちらはトイレスペースになっています。はい。で、奥がね、ちょっと高さが、棚になっているので、はい、ちょっと物を置いたりできますね。そしてその洗面室の反対側につきましては、はい。こちらがね、結構大きいんですよ。一坪タイプのユニットバスに交換されてますね。マンションだと結構小さいタイプが多いんですけども、今回はお風呂結構大きく取られてますね。で、床についてはちょっと踏むとプニプニするほっからり床ってやつですかね、になってまして、浴室については半身浴ができるタイプになっています。で、シャワーヘッドについてはこちらですね、結構大きなタイプがついていて、今回浴室暖房乾燥機はついてないですね。個人的には僕あんまり必要ないなと思ってるんですけども、はい、お風呂が大きいだけでも十分かなといった形で、こちら給湯器がまだ設置されていないので、ここはまだ工事が完了してないという形になっています。続きまして奥のお部屋をご紹介していきます。まず正面のこちらの扉開けていただきますと、こちらは約5畳の洋室スペースになっております。はい、ここもね、こんな感じでやはりダクトがね出てるんですよね。はい、これはちょっと塩ビタイプのものになってるんですかね。はい。で、こちら収納スペースもありまして、こちら開けていただくと、ここがね、少し奥まった形になっているんですけども、横幅のある収納スペースで、はい、結構物はたくさん入れていただけそうですね。洋服が多い方でも大丈夫かと思います。そしてこちらが東側のバルコニーなんですけども、サッシはこちらも交換はされてないですね。で、バルコニーはこんな感じで、横幅はあるんですけども、奥行きはそんなにないタイプです。まだちょっとね、網戸が破けてるので、後ほど交換されると思うんですけれども、こんな感じ。そして東側がこういう形で抜けてまして、お隣につきましては産婦人科になるので、その駐車場があることによって、ここの間が空いてるといった形ですね。はい、4階なので、これから建物がね建ってもあまり景色の邪魔にならないのかなと思います。ちなみに現在朝なんですけども、ちょっと残念ながら天気が良くないので曇り空なんで、天気がいい時はもっとスカッと抜けてるんじゃないかなというふうに思います。そして廊下に戻りますと、こちらがですね、ファミリークロークと言っていいんでしょうか、共用の収納スペースになってまして、扉はついてないですね。はい、結構大きいんで、この壁でこちらの人みたいな感じで分けておくことができそうですね。はい、一人で住むにはかなり贅沢な感じじゃないかなというふうに思います。はい、で、収納スペース、扉がね普通ある方が多いと思うんですけども、こういうふうにない方がかえって風通しでね、洋服に風を当てていただくっていうことも大事かなと思いますので、結構これはいいんじゃないかなと思います。最後はですね、こちら
はい、もうベッドもしっかり置いていただいてまして、こちらが約 5.7 畳の寝室になっております。はい、ここはですね、まあちょっとヴィンテージっぽさよりかはむしろ落ち着いた感じの内装にされてますね。はい。で、こちらブラインドがあるんですけども、これ開けていただくと先ほどのバルコニーに出られるといった形で、朝日を迎えて起きられるようなお部屋になっております。一応こちらにもコンセントがついています。で、奥から見ていただくとこんな感じで、ここはね、ちょうど上に間接照明になっていて、この光が結構優しいんですよ。なので寝るときはすごく寝心地が良さそうな、はい、調光にしていただけるんではないかなというふうに思います。ちなみにこのお部屋につきましては収納スペースがありませんので、先ほどご紹介した廊下側のクローゼットを使っていただくような形になります。ちなみにこの扉につきましてはちゃんとこちらにねストッパーがついてますので、はい、開けっぱなしにしておけば、しておきたければここをねつけて、ロックしていただくことで扉が動かなくなります。はい、ということで以上が京都府長岡京市にございますハイコープ霧島フルリノベーション物件の室内となっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最後に現地から阪急長岡天神までの道中を歩きながら本日のお住まいのまとめをさせていただきます。建物は築48年なのに室内はその古さを感じさせないおしゃれな住空間でしたね。今回は西海岸風ヴィンテージというコンセプトで設計されているようですが、西海岸の住まいをそもそも知らない私にはこれが西海岸風なんやと思うくらいでしたが、見る人には分かる内装なんでしょうね。ダクトなどの配管をあえて見せる演出などはさすがだなと思いました。キッチン前のストーンボックスは普通やらないでしょみたいな担当者さんのこだわりを感じました。それ以外にもいろんなところに散りばめられているので、ぜひ現地に直接お越しいただき実際に体感してほしいですね。気になる点はやはり階段で上がる4階でしょうか。日々の足腰の訓練にと思っていただける方にはおすすめです。それを差し引いても見ればきっと住んでみたいと思っていただける仕上がりになっていることは間違いないと思います。ちなみに駅に向かうまでにスーパーが2軒あるので大変便利ですよ。そんなわけで本日は京都府長岡京市より築48年のリノベーション済みマンションをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。その他売却したい不動産をお持ちの方からのご相談もお待ちしております。遠方の方でもオンラインにて対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、西海岸見ればおしゃれとわかります。本日もご視聴いただきありがとうございました。